皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、年に1回この時期に必ずやってくる機関投資家による巨額の売却。ご存知の方も多いかと思いますが、運用規模の大きな上場投資信託 ETF から来週7月第2週に大きな売却が出てきます。運用規模の大きな ETF メインの受益者は誰かと言いますと、もちろん日銀です。黒田前総裁による異次元金融緩和策の一つとして、上場 ETF が年間何兆円もの単位で過去10年間買われ続けてきたわけですけれども、これによって大きな ETF のほとんどは9割が日銀の保有するポジション、そして残りの約1割というのが一般の投資家あるいはその他金融機関ですね。中にはお持ちの方もご覧いただいているかもしれません。そして日銀が大量保有している ETF の運用対象となる指数は主にこちらの3つ。トピックス、日経平均、JPX400。このメインどころの大規模 ETF のほとんどが7月第2週に決算を迎えるわけですね。さて ETF も一般の企業の株式と同じように決算を迎えるタイミングで ETF がその年間上げた利益、これを一部受益者たちに分配しなければいけません。しかし ETF は各指数を対象として 100% 連動するように運用する必要があるため、なるべく現金を持たないように運用されています。ほとんどが株式あるいは先物のポジションとなっているわけですね。ですので、分配金を受益者に出すためには、持っている先物あるいは現物株を売却していかないと、現金の捻出ができないという形になります。この分配金払い出し対応による株式の売却圧力というのが来週かかってくる。その規模感であったり、インパクトが大きそうな銘柄というのを今回はご紹介したいと思います。以前にもご紹介したことがあるかと思いますが、この ETF による年1回のイベント、具体的にはどういった背景で分配金の払い出しが行われているか、問題点としてご認識いただきたいのは、株式市場の受給のタイミングを大きくずらしてしまっているというポイントですね。片や新聞などでは、この時期になると大量の分配金捻出売りが出るので、機関投資家は悪だというような記事を書く風潮ありますが、実際には年間通してみると、ちゃんと買いを随時入れてはいるんですが、その反動が7月第2週に一発で出てくるために、受給のタイミングが歪んでいる。そういった問題点があると。別に売り圧力だけが問題ではないということを、こちらのイメージ図で簡単にご説明してみたいと思います。1年間の時間軸の中で上側 ETF の運用者が取る投資行動、下側は ETF が投資している一般企業の株式ですね。それぞれの配当及び分配のタイミングというのを見ていきたいと思います。そうすると日本企業一般的には多く3月末決算がありますので、このタイミングで配当落ち、さらに半期に1回配当を配ってくれるような銘柄ですと9月末にも大きな金額の配当が出てきます。その次に多い決算月と言いますと12月決算ということで、その半期にあたる6月と12月の決算で、それなりに配当金、権利落ちがされるというわけです。ただ実際にこの配当金が ETF はじめとする株主たちに現金として配られるのは、このそれぞれの権利落ちのタイミングから約2ヶ月後となります。ですので、権利落ちした段階では、現金を使って株式に再投資することができないということなので、ETF の運用としては、キャッシュとしてのポジションは発生しながらも未収ということで、株式に再投資を行うことができません。ただ、権利落ちのタイミングで再投資を行わないと、指数に 100% 連動することができませんので、その代わりに現金として配られるまでの2ヶ月間、先物で運用することになります。つまり各銘柄の配当、権利落ちのタイミングで、先物取引を通じて日本株市場に対しては買いの圧力を随時かけてきているわけですね。そして今回の動画のテーマとなっている7月第2週、ETF の決算があるタイミング、分配金の払い出しが行われるわけですけれども、この分配金の原資となるのは、先ほど申し上げた通り、1年間 ETF が運用されてきて上げた利益、そのメインとなるのは当然この年間通して受け取った各銘柄からの配当金、この合計がメインの原資となるわけですね。ただ先ほど申し上げた通り、指数に対して 100% 連動するように
その資産のほとんどを運用に回している株式あるいは先物を持っているという状態ですので、分配金を払い出そうとしたら、持っている株式を現金に変えていかなければ、十分な分配金を払い出すことができないということになるわけです。ですので7月の第2週に大きな売り圧力、そしてこれをもって分配金の払い出しを行いますので、構造としては新聞が言うような売り圧力をかけているだけではなく、1年間通してみれば、徐々に積み上がっていく各銘柄の配当、その再投資による買い圧力を7月第2週に一遍に吐き出していると、そのそれぞれのタイミングがマーケットの需給の歪みを生み出してしまうということは問題点だと考えられます。大きな売り圧力になっている日銀がたくさん持っているせいだと単純に書いているだけ、日経新聞もそのような書き方しているかと思いますけれども、それは裏側の背景全然理解できていない記事だということですね。もしくは印象操作をしているということで、7月第2週にそれぞれの ETF 複数ありますけれども、どれぐらい分配金捻出される必要があるか、すべて合計すると大体1兆4000億円の売り圧力になってきます。この金額の規模感ですけれども、例えば日経平均の入れ替えのタイミングで対象となる銘柄選ばれたりすると、大体3000億円といったようなところから需給が発生する。あるいは3月末、9月末といったところ、配当金の再投資による先物の買い圧力というのは、だいたい7、8000億といった感覚ですね。そうするといかにこの7月第2週の1兆4000億円というのが年間通してもなかなか見られないような大きな規模感になっているかというのはお分かりいただけるかと思います。では我々はどのように対応すればいいのか。長期投資の方でしたら、このロジックさえご存知いただいていれば、実際は買い圧力と売り圧力が相殺されている形になっているので、この7月のタイミングで売り下げられても、それは実際に損をさせられているような圧力ではないということで落ち着いていられるかと思います。一方で最近この銘柄買いたいなと思っているような方、狙っている銘柄あるけれども株価がもう少し安くなってくれるのを待っている方というのは、この ETF による株式市場の需給のタイミング、歪みを利用して7月第2週の売り圧力で大きなインパクトが出てくるような銘柄、安くなっているものの中から狙っている銘柄があれば、それは運用技術上の問題ですので入りやすくなると、そんな風に一つ捉えていただければよろしいかと思います。それでは具体的にどのような ETF からそれぞれどれくらいの分配金払い出しが出てくるかご覧いただきますと、週明け7月8日、そして7月10日16日と日銀が保有している大きな ETF がそれぞれ決算日を控えているわけですが、例えば7月8日決算の一番上1308という ETF、こちら運用時価総額は11兆円を超えていて、対象指数トピックスですので分配利回りがだいたい 2%、2300億円の売り圧力になると計算されます。その一つ下1321、こちらに関しては野村アセットの日経平均対象 ETF、同じく運用時価総額11兆円を超えていて、日経平均の方が分配利回りが少し低くなっていますので、だいたい1800億円の売り圧力になってくると。そんな風に冒頭申し上げた3指数に対し連動している ETF を計算していくと、こちらの3営業日が大きな規模になっているわけです。7月10日ですと、1305、1306とトピックスを対象指数とする ETF の運用時価総額11兆円、24兆円と、それぞれ破格の規模ですね。これを営業日と対象指数ごとに集計するとご覧のようになります。7月8日がトピックス2370億円、日経平均が2700億円。だいたい両指数がメインどころですが、7月8日はどちらも同じような金額規模での圧力。一方で7月10日に関してはトピックスが7200億円。一方で日経平均は810億円とかなりトピックスに偏ってくるという形です。ですので7月8日は日経平均構成銘柄に圧力が出そう。逆に7月10日はトピックス構成銘柄に圧力が出そう。そんなイメージでこの後の具体的な銘柄リストご覧いただければと思います。それでは今回の分析ですけれども、どのように売り圧力を各銘柄で試算していくか。こちらの一覧は時価総額上位銘柄、つまりはトピックス構成上位の銘柄が並んでいますけれども、それぞれの指数における各銘柄の構成割合、トピックスと JPX400 日経平均の組入れ比率と
各営業日におけるそれぞれの指数の ETF から計算される分配金総額、これを構成割合ごとに各銘柄売却されるとすると、どれくらいの売却総株数に当たるかというのを計算しています。そして各銘柄のマーケット取引状況をもとにインパクトの標準偏差を求めている。0に当たるところがちょうど平均となりますので、それよりも大きな正の数となっている銘柄というのは、平均よりも売り圧力が大きめの銘柄、逆に負になっている銘柄というのは、売り圧力がありますけれども、相対的にはそこまで株価に対する影響がそんなになさそうだという銘柄です。影響がないわけではなくて、他の銘柄と比べた時には軽微だということをご注意いただければと思います。そしてこのインパクト偏差値となっている項目、標準偏差の数字ですので、平均0に対してプラスマイナス1シグマでだいたい3分の2をカバーする。そんな分布になりますので、数字的には1を超えてくるとかなりインパクトが他の銘柄よりも大きいものだと。例えばご覧の中ですと9番目のリクルートホールディングスが 1.21 となっていますので、この銘柄は今回のイベントによる売り圧力の影響が他の銘柄よりも大きく出そうだというふうに捉えていただければと思います。ではこのインパクトをどのように相対比較しているのかと言いますと、この左側にそれぞれ出ている項目ですね。1日あたりの出来高の平均値と各銘柄の取引価格の刻み、ワンティックあたりどれくらいの売買注文株数が平均的に入っているかというデータ、そして乖離というのはビットオファーの乖離幅が株価に対してどれぐらいの割合になっているかという数字です。少しイメージつきづらいかもしれませんので、具体的な銘柄で例を申し上げますと、東京海上ホールディングスと信越化学工業、この2銘柄のとある時点での売買状況をご覧いただきますと、こちら。左が東京海上ホールディングスで、右側が信越化学ですけれども、ワンティックあたりの注文株数というのは、こちら売り買いそれぞれの一つの刻み値に対する注文株数ですね。この平均的な数値をとっています。そうすると左側、東京海上ホールディングスは、売り圧力の方が数千から1万中盤あたり。一方で買いの方は数百数千となっていますね。右側、信越化学工業。売り圧力の方が6447円というところに18,400株と大きな数字出ていますが、総じてみると数百から千数百株程度。一方、買いの方も同じように6418円に1500株と大きめに入っていますが、それ以外は数百株が多いということで、どちらの銘柄も株価は6000円台前半とさほど大きな差はありませんし、分配金払い出しによる売却総株数推計も東京海上ホールディングスの287万株に対して信越化学は377万株と、多少信越化学の方が多めになっているという程度です。ですので両銘柄において、例えば100株売りが出た時の株価に対するインパクトがどれくらいになるかというのを考えた時に、このそれぞれの板の状況を見て株価が動きやすそうだなと考えられるのはどちらなのか。一番先頭だけ見ると東京海上の買いの方が700株しかないので信越価格よりも下がりそうですが、このそれぞれのティックの注文株数平均的にならしてみたときには右側の信越価格の方が株価が動きやすそうだなと。実際先頭の数百株だけで分配金捻出が終わるわけではありませんので、それぞれさらされている売買注文平均的な株数を見たときに、総じて単元あたりの売却圧力が株価にどれくらいインパクトが出てくるかなというのを試算しているわけです。そしてビットオファーの乖離、売り買い注文の値幅ですけれども、こちらも流動性が低い銘柄というのはかなり大きく差が出ている。ちょっとの売り圧力、例えば100株売りを出すだけで、だいぶ低い株価に下がってしまうような銘柄もあれば、大型株、流動性の高い銘柄ですと、ほとんど刻み、同然の乖離しかしていない。そのような乖離の平均的な数字も加味しているということで、ご覧の2銘柄ですと、信越化学のインパクトは標準偏差 0.61 に対して東京海上は 0.18 と信越化学の方がインパクトが上回りそうだと、つまり売り圧力による株価の影響が大きそうだというふうに試算されるわけです。もっとわかりやすい例ですと、一番下に NTT 無理やりリストに入れていますけれども、皆さんご存知の通り株価は150円程度ということなので、この刻み一つあたりが 0.1 円となっています。ただこの 0.1 円というと小さく聞こえますが、
例えば15,590円の株があるとすると、だいたい5円刻みになっていますので、この NTT にとっての 0.1 円という刻みは、そんなに小さいものではありません。帰りのところを見ていただいても 0.07% と、他の銘柄よりも倍ぐらいありますので、この一つティックが動くことによるインパクトというのはそれなりに大きいものになってきます。一方で株価自体150円台ということなので、一つのティックにおける注文株数というのはとてつもない桁数になってきますね。数十万株から100万株、数百万株入っているところもあります。それに対して今回のイベントによる売却圧力はだいたい7700万株ということなので、このワンティックの平均的な注文株数とビットオファーの乖離率、1日の出来高平均も加味した上で計算されるインパクトというのは標準偏差マイナス 0.37 というスコアですので、他の銘柄と比べると相対的にはそんなに株価に対するインパクトは大きくないというふうに考えられるわけです。さて、分析前提のご説明長くなってしまいましたけれども、それぞれの営業日、そして全体における売りのインパクト、株価に対して大きな影響が出そうな銘柄のリスト、ご覧いただきますと、こちら、まずは7月8日の売り圧力ですね。この日は先ほどの集計でご覧いただいた通り、日経平均が金額的には大きな売り圧力ということなので、日経平均に大きな割合構成されている銘柄の中で相対的に流動性が少なめになっている注文状況というのがそこまで活況じゃない銘柄というのはインパクトが大きめに出そうだという計算がされます。そうすると最も大きな売り圧力につながりそうな銘柄というのが上から順番にコナミグループ、同和ホールディングス、セイコーエプソンといずれの銘柄も日経平均構成の銘柄。構成割合の高い銘柄ですと4番目のテルモ、8番目のファナック、下の方の TDK や中外製薬と流動性が相対的に活況ではない、あるいは値傘株、ビットオファーの乖離が大きく出やすい銘柄というのがランキングに入ってくるのが特徴に見受けられます。その他にはご覧のような銘柄ですね。リストの中で7月8日に他の銘柄よりも不自然に大きく下がるような銘柄で欲しい銘柄がありましたら一つ購入検討の材料にしていただければと思います。続きまして7月10日のインパクトが大きそうな銘柄。この日は圧倒的にトピックスの分配金捻出売りが大きな規模になっているわけですけれども、とはいえ日経平均構成の銘柄もそれなりに見受けられます。ということで7月8日の日経平均の色が濃く出ている分布とは違って、今回は3指標ともそれなりにまんべんなく色が出ている。そんなイメージですね。そして8日のリストにも入っているような銘柄、同和ホールディングスやホヤ、コナミグループ、デルも見受けられますけれども、それとは違って新たにインパクト出そうな銘柄として入ってきているのが上位からアルフレッサホールディングス、栗田工業、メディパルホールディングス、日本光電工業と、さらには中ほどアズワン、京阪ホールディングス、どこを見て読み上げているかと言いますと、日経平均の構成割合が 0% になっている銘柄です。これはトピックスの分配売りが莫大になってくる7月10日の方が売り圧力大きくなってきそうな銘柄たちですね。トピックスの方でそれなりの構成割合になっているけれども日経平均で採用されていない銘柄ですので、時価総額上位300位、500位、そういった中盤あたりの銘柄というのが動向注目のメインどころになってきますので、そのあたりで狙っている銘柄ありましたら注目していただければと思います。また16日にも分配金捻出の売りがありますが、8日、10日と比べると規模感は小さめになっていますので、最後に全体通しての総額を用いた売り圧力の計算をしますと、ご覧のようなリストになります。7月第2週、1週間をかけて売り圧力大きくなってきそうな銘柄たちですね。コナミグループ、同和ホールディングス、テルモ、セイコーエプソンと並んでいます。一方で今回の分配金捻出売りイベントであまり影響がなさそうな銘柄、相対的にはそんなに株価の押し下げ効果にはつながらなさそうな銘柄というのをご覧いただきますと、東和、北海道電力、東京電力、ソシオネクストと並びます。こちらはなぜ全体だけご覧いただいて、8日、10日と営業日ごとにリストアップしなかったかと言いますと、細かくご覧いただいてもほぼ同じような銘柄が順位入れ替わってリストアップされるだけだからですね。ですので全体の集計だけでインパクト軽そうな銘柄というのをご覧いただいています。こちらのラインナップの銘柄ですと、バーゲンセールのチャンスとしてはあまりないかもしれませんが、
すでに持っている銘柄の場合は、そこまで心配しなくていいと、安心材料にはつながるかもしれません。逆に言いますと、8日10日に大きく下げるようですと、分配金捻出売りの影響ではなくて、各銘柄それぞれで何か違う要因があるかもしれないと考えた方がいいかもしれない銘柄たちですね。他の要因と言いますと、常にマーケット動いていますので、マクロ環境しかり、いろいろありますけれども、リストの中に上がっている銘柄の特徴としては、やはり上位の電力関係、あるいはソシオネクスト、ディスコ、レーザーテック、国際エレクトリック、ローツェ、新興電工、スクリーンホールディングスと半導体関連の銘柄ばかり並んでいるわけですね。つまり、売買状況、注文の動きというのが非常に活況で、さらにビットオファーの乖離もそんなに大きくない銘柄、流動性が相対的にも高い銘柄というのは、インパクト試算した時に低めに出るわけです。ですので、例えば8日10日にご覧のリストの中で仮に大きく下がった場合というのは、分配金捻出売りというふうに、おそらくマーケットでは言われるかもしれませんが、ごく一例ですけれども、金利が上がっている、あるいは半導体関連 NVIDIA が下がっている、そういった理解をする方が正しいと、そういった局面も考えられますので、一応今回のテーマによるインパクトがあんまりなさそうな銘柄という方向も頭の片隅に置いていただければと思います。特に中ほどディスコやレーザーテックといった銘柄は日経平均の構成割合も高い銘柄ですので、そういった分配金理由にこじつけられる可能性というのは高くなってくるかと思われます。そういった場合は本当にそのこじつけ記事が理由なのか、別の隠された要因がないかというのはご注意いただければ幸いです。ということで来週から少し売り圧力の大きそうな相場環境が来ますけれども、それを跳ねのけてくれるような上昇期待、JPF の日本株投資割合の引き上げなど明るいニュースを期待して乗り切っていきたいところですね。少しでもお役に立てる情報ありましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。